疲れ様です。皆様いかがお過ごしでしょうか。前回の動画に引き続き、今回も浜松からお届けします。皆さんは新幹線も止まるこの浜松という町が実は繊維の町だということをご存知でしょうか。音楽の町で有名な浜松ですが、例えばヤマハやローランド、河合で有名ですよね。音楽作家になった私自身もこの町で育ち、18まで音楽を学んできました。浜松は音に包まれて育つには本当に恵まれた環境だったと思います。でも今日はそんな浜松をちょっと違う角度からご紹介したいと思います。実はこの町にはもう一つの顔、繊維の町としての歴史があります。観光スポットもたくさんある町なので、目に触れることも少ないかもしれませんが、浜松産業の土台を支えてきたとっても大切な一面なんです。私の実家がまさにこの繊維に関わっているんですが、こちらの工場、なんと1963年設立、戦後にできた工場なんですが、今でも元気に稼働しています。今回はその工場を皆さんに見ていただきたいと思います。工場といってもですね、無機質な空間ではなく、長い年月を重ねた木の柱とか、ところどころに残る当時の名残が味わい深い景色を作り出しています。ここの工場ではお洋服になる前の生地を仕上げる工程を担っています。織り上がったり染め上がったりした布を柔らかくしたり、時にはしっかりとした風合いに調整したり、幅を整えて丸く巻き取って出荷できる状態に仕上げていく、いわば布を整える最後の職人のような仕事とでも言えばいいんでしょうか。ぱっと見シンプルな作業も、その奥にあるのは布を扱う人ならではの丁寧な目と長年の勘とかあると思います。ただ仕上げると言ってしまうと、どうしても単調な作業を想像されるかもしれませんが、実際には一口に仕上げといっても奥が深いそうですよ。生地の表情を柔らかくしたり、逆に張りを持たせたり、時には意図的にシワ感を出して着た時に立体感とか味わいが生まれるように整えていくそうです。布に性格を与えていくような工程があるといえばいいんでしょうかね。手順をなぞるだけではなく、その時々でどう扱うと一番きれいに仕上がるかを考えているんだと思います。本当はこうした裏側の職人技こそもっと広く知られてほしいなと思っています。カメラ越しでは伝わりきらない布が息づくような瞬間がこの工場にはたくさんありますから。詳しいお話とかね、手元の細かな作業風景とかテレビに取材してもらいたいくらい、こんなにいい工場ありますよと胸を張って紹介したくなる、そんな場所です。そもそもこの遠州地域には遠州織物と呼ばれる伝統があります。江戸時代から続く織物文化は、糸の選び方から織り方まで多岐にわたり、浜松はその中心地の一つとして発展してきました。織りだけでなく特別な染めの技法もありますが、ご存知でしょうか。江戸とか大阪にもあるそうなんですけど、その中でも有名なのが注染と呼ばれる染め方です。型というか、私の中の印象では土手、小さな土手を作って染料を注ぎ込んで布全体に色を染み込ませる技法なんですけど、普通の染め物と何が違うかというと、表も裏も同じように染まるのが特徴です。浴衣の生地としてよく使われてきました。子供の頃は職業体験でみんな注染にチャレンジしてましたが、
今の時代どうなんですかね、やってますかね。機会があれば染め工場にもお邪魔してみたいと思っています。ご覧ください。こういうものに心躍ってしまうのは私だけではないはず。何年製のミシンでしょうか。しかも立って踏んでいらっしゃる。浜松にも新しい動きがたくさんあって、最近ではぬくもり工房さんの遠州綿紬がいろいろなお店で取り扱われてますね。この時は綿紬の生地も流れていました。遠州の綿紬は手触りが柔らかく、色合いも穏やかで、まさに日常にそっと寄り添う布という感じがします。さて、クリームのように折りたたまれているこちら、皆さん何の生地かわかりますでしょうか。めちゃくちゃ暑いこの工場の中で、ひときわ涼しげに、まるで風そのものを編み込んだかのようにゆらゆらと揺れています。答えはそう、茅の生地だそうです。昔は夏の夜の定番だった茅も今ではほとんど見かけなくなりましたよね。ところが最近、茅の需要がまた少しずつ増えているんだとか。それは日本国内向けなのか、それとも海外のお客様からの注文なのか、もっと掘り下げて聞いてみたくなるほど不思議で面白い話をしてました。天然素材の優しい風合いが見直されてるんですかね。アウトドアやキャンプで使うために茅を求めてくる方もいそうですよね。生地を間近で見てみると、驚くほど繊細な網目が規則正しく並んでて、手でそっと触れると空気だけがすり抜けていくような軽やかさがありました。昔ながらの道具でありながら、どこかモダンな存在感もあるというか、なんか一見レースカーテンみたいでした。茅も今はどんな使い方をされてるんですかね。トトロのサツキとメイが使っていた印象が強すぎますが、今の時代に合った茅の使い方、知りたいですよね。On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, a place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. To
ぶき祭りなんですよ。ただ俺体が硬いやん。ここの真ん中だけどどうしてもあれはもしや遠州綿紬ではないでしょうか。綿紬が大きな大きな洗濯機の中に入れられていきます。この大きな洗濯機で洗濯の後、その横の大きな大きな機械で脱水しているそうです。この脱水機もそうですけど、洗濯機もそうですが、子供がいたら危ない場所はやっぱり工場ってたくさんありますよね。よくアニメとかでも工場立ち入り禁止って書かれてますよね。本当にその通りだと思います。ただの蒸気かと思ったら、触れただけで大やけどということもあるそうです。暑さも工場中凄まじかったですし、本当すごい環境で働いてますよね。この工場の奥には、かつて働いていた方々の面影を感じさせる空間も残っています。昔はおはりこさんのような人たちもいたのかもしれません。私自身、子供の頃は実家はアパレル関係とだけ思っていましたけど、今改めて工場を見ていると、その言葉だけでは語りきれないなと感じています。ここにあるのはものづくりの現場であり、同時に布を扱う人たちの生活や誇りが詰まった場所なんですよね。この足踏みミシン大好き。本日はここまでになります。いかがだったでしょうか。歴史ある工場の中は普段なかなか目にすることのない風景ばかりだったと思います。どんな形でもいいので、こうした景色が少しでも長く残ってくれたらなと願っています。もしこの工場を撮影したいなどあれば、いつでもご連絡ください。同業の方も撮影をされる際はぜひ一言お声掛けいただけると嬉しいです。古い機械や建物はただの道具ではなく、長い時間を共にしてきた家族のような存在ですから、大切にしながら次の世代にも伝えていけたらなと思っています。ご視聴ありがとうございました。